Hi, it's me, Mari. For overseas viewers, please turn on the subtitles to follow along. こんにちは、マリです。動画を見てくださってありがとうございます。2023年4月28日に公開されたザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー。もちろん公開日に見に行きました。まず私の感想は最高の一言に尽きると感じました。私はマリオとルイーズがイタリア系移民でニューヨーク州のブルックリンに住んでいるという背景を知らなかったため、今回の映画でマリオとルイージの兄弟愛が感じられ、深みのあるキャラクター描写によって人間味が表現されているなって思いました。映画ならではの魅力であるゲームでは伝えることのできないキャラクターたちの心の内面や感情表現が描かれていて、ゲームでよく知っているマリオなのに新鮮なマリオっていう感じでした。そして何よりも素晴らしかったのが音楽でした。様々な作品から曲が使用されていましたが、単体で使うのではなく何曲も合わせてアレンジされていたり、効果音すら音楽になっていたりと、編曲した人の魔法のようなアレンジに感動しました。また脚本についてはテンポが非常によく、マリオのポジティブさとルイードのちょっとおどけた感じなど、キャラクターの個性が言葉で表現され、とっても心が引き込まれる内容だったと思います。映像についてもイルミネーションならではの表情や仕草が描かれ、キノコ王国の色合いも優しく明るくカラフルで美しい世界観でしたね。クリエイター陣の愛と努力がたくさんこもった誰もがハッピーになれる作品だと私は思います。と私の感想を述べたところで、こちらの目次で今回はお話ししていこうと思います。日本での映画公開は基本的に毎週金曜日で、28日金曜日の公開から週末3日間で約128万人動員、興行収入20億円超え、初登場にして第1位です。現在日本映画歴代興行収入ランキング1位は鬼滅の刃無限列車編で、日本国内で興行収入が約425億円を記録しています。調べてみてビビりました。ちなみに私も映画館で号泣しました。マリオはこれを超えるかな？興奮しますね。映画レビューサイトでは平均星4となっていますが、星1をつける人もいることから、そのレビューを読むと納得するものもありました。レビューによればストーリー性が薄く、ゲームのオープニングムービーの90分版のようでテーマや感動がないとの指摘がありました。確かにアトラクションのような印象もあるため、ストーリー性を求める人にとっては物足りなさがあるかもしれません。またマリオファンではなく話題になってるから見に来た人は本作のターゲット層には当てはまらないかもしれません。一方、星5のレビューでは楽しくてあっという間に時間が過ぎてしまった、完璧で最高、音楽や効果音にも細かいこだわりが感じられるといった声が多く見られました。映画を見た人たちに街頭インタビューをしてみました。初インタビューでカメラアングルが少し見づらくなってしまったんですが、日本人の声をお届けします。ぜひご覧ください。率直にマリオの映画どうでしたか？楽しかった。楽しかった。どこが一番楽しかったかな？うん。さ、他の見てない人には内緒で。あ、このね、バイクね。ピーチのバイク、マリオカートのところが楽しかった？いいね。マリオはあんまり知らないんですけど、ものすっごく楽しかったです。あ、そうですか。はい、感動しました。結構泣けるぐらいよくできてますよね。本当にすごいなんかこう日本初ですか、マリオって。ちょっとそうですね。そうですね。日本で生まれたものがなんかこう外国の方の手によって、新しくこう世界観とか生まれ変わって。なんかこうもう世界中の人の力でこんな素晴らしいものができるんだみたいな感動も見ながら、なるほど、見上げてすごい。マリオのゲームはしたことありますか？もうちょっとだけ下手くそなんで、でもすぐ落ちちゃって。覚えてる初ゲームは何があります？なんだろう、もう本当に一般的な横向きの走ってってピーチ姫助けるみたいな。なるほど。そう、最後とかファミコンとかスーファミコン、ファミコンとか。ファミコンですね。お兄ちゃんは一番好きなマリオのゲームは何かな？マリオカート。マリオカート。マリオカート。マリオカートではどのキャラクターのカートに乗るの？マリオ。マリオ使う？いいね。じゃあもしもこの映画が2個目ができたら行ってみたいと思う？
うん。行ってみたいと思う。いいね。どうもありがとうございました。では早速、はい。まずじゃあ見て率直な感想はいかがでしたか？率直な感想は、もともとルイージが大好きだったんですけど、はいルイージ好きにはたまらない内容だったかなと。ルイージいますもんね。そうなんです。そうですね。じゃあネタバレなしな範囲で一番好きな場面はどこでしたか？ネタバレなし。一番好きなシーンは、ちょっと抽象的になっちゃうんですけど、全然それでお願いします。ルイージのアクションが思ったよりもしっかりかっこよくて、確かに可愛いしかっこいい、魅力たっぷり。そうですね。もちろんマリオのゲームはされたことがたくさんあると思うんですけれども、一番初めにされたゲームって何か覚えてますか？一番初めは、多分マリオワールドかな。ファミコン、スーパーファミコンのタヌキになるやつですかね。そうですそうです。その今までプレイしたマリオのゲームの中でも、一番好きなゲームはどれですか？一番好きなのはマリオストーリーです。マリオストーリー、さすがです。さすが。やった。好きなキャラクターはルイージですもんね。敵キャラは何ですか？クッパです。クッパ好きなんですね。大好き。さすが。クッパ英語でなんていうかご存知ですか？知らないかもしれない。クッパじゃないんですよ。バウザーっていうんです。バウザー、かっこいい。クリボーもグンバです。グンバ？もし2が公開することになったら来たいと思いますか？もちろんです。わかりました。アメリカ人や他のタイとか他の国に暮らしている方に何か一言あったらお願いします。世界中から愛されるマリオの世界がもう魅力たっぷりに詰まってる映画だったので、もう全世界どなたも絶対に楽しめると思います。皆さんぜひ行ってみてください。ありがとうございます。映画はご覧になられました？見ました。はい。じゃあ映画は楽しかったですか？秘密心の中にしまっておきます。好きすぎて。なるほど。ワクワクした？いいですね。マリオの中で一番好きなキャラクターは何ですか？決められますか？じゃあ3つ。なんだろう。何好きかな。前さ、クッパ好きって言ってなかった。敵キャラでも。何好き？あいつやっつけるの好きとかでも。クリボー蹴散らすの好きとかでもいい。マリオのどんなところが好きだったり、好きなキャラクターとか、一番好きなゲームとかありますか？無理しなくて大丈夫よ。もし一番があったら。キャラクターは絶対選べない。キャラクター選べないね。全部好きなんだね。感想はどうでしたか？大人目線で見て。マリオやったことない人いないと思うんですよ。はいはい。で、やったことある人だったら、刺さると思います。そうですね。このキャラ出てきたとか、わーみたいな。楽しかったですか？かわいい。映画に出てきたキャラクターとかで好きなキャラクターはいましたか？出てこなかったけど、クッパジュニアが好きなんですけど、出てこなかった。なるほど、なるほど。でも最初のルイージが迷い込んだところでカノンが出ていっぱい出てきた時に、あんな怖い描き方あるんだって、こうやって描くんだって思いましたね。掃除機持ってたらね、吸えたのにね。ありがとうございました。いかがでしたか？最初は吹き替えの 2D で見て、でなんか声優さんほど知ってたんですけど、全然違和感がなさすぎて、見終わった後でその声優さんのフレーズ言ったら、あ、そうだったそうだったってなるぐらい、本当に完全にマリオで。そうでしたよね。そうなんですよね。でなんかキノピオとかね、他のキャラクターもすごいゲームまんまって感じで、もうなんか見てて本当にこの人と何すごい盛り上がってずっと口を押さえてましたね。で私逆に
一番初期のスーパーマリオブラザーズの1面の1で死ぬぐらいの感じなんですよ。わかります。一番私もです。最初のところで B ダッシュのクリボーでもう進めないぐらいだったんですけどそういう人が見てもめちゃめちゃ楽しめたので、もう確かに。そうで逆にちょっとでもプレイしたことある人は、はい終始うわーそうだから、ストーリーもちゃんと楽しいし、はいなんかマリオのファンだと延々と面白いところが続いて、そうですそうですね。ね。あとなんか音楽もすごい良かったですよね。確かに。なんかはい。元々の作品のアレンジもあるし、なんか有名な曲も使われてたりもするし、はいはいもうそうね、なんか音楽が変わるたびにうわーってなりましたか。良かったです。あとじゃあそしたら一番初めにやったマリオのゲームはじゃあ何でしたか？覚えてる？スーパーマリオブラザーズ。スーパーマリオブラザーズ。ファミコンの。はい。お兄ちゃんは？スーパーマリオワールドだっけ？はい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 。あんまりにも面白すぎるからちなみにじゃあ、そういったたくさんプレイしてきたマリオのゲームの中で一番好きなのはどんなものですか？どれでしたか？私はオデッセイなんですけど。ちょっと外れるけど、はい私マリオカートがはい。友達の家でやったんですけど、はいその時に何これって思って、はいすごい新鮮な体験だったんで、あーなるほどそれが一番好きかな。わかりました。あ、一番好きなのは何ですか？私もほとんどやったことないんです、はいファミのはいやつ。今のマリオのやつがですね。スーファミ、はいなんならオデッセイやったことないんですよね。やりてえこれ。あと2つ質問させてください。好きなキャラクターは何ですか？今までなんか特にマリオの中で誰が好きっていうのなかったんですけど、はい映画を踏まえて言うとピーチ一択。おお、なるほど。それもはいちょっとさっきピーチって言われたんでもう一人のキャラなんですけど、はい。ドンキーコングです。あ、最高ですね。そうですね。じゃあ最後にこれ海外の人が見るので一言いただけたら。海外の、オリジナルで声を当てている方々もすごい素晴らしいと思うし、日本の声優さんもものすごく良かったので、もし両方見られる機会があれば両方見てください。はい、わかりました。どうですか？見てくれうるさい。So nice。ありがとうございました。どうもありがとうございます。日本語吹き替え版ではマリオ役を宮野真守さんが務めています。代表作品はデスノートの八神ライト、東京グール月山修、配給の宮敦夢などなど、海外でも宮野さんのファンは多いのではないでしょうか。そしてルイージ役は畑中佑さん、遊戯王ゼアルのつくもゆうまと、僕のヒーローアカデミアの雷電気、牛尾と虎の青月牛尾役をされてます。牛尾と虎めっちゃ好きです。コロナの影響で複数人の同時収録が難しい中、本作はブースは別々でも同じスタジオ内で顔を互いに見ながらマリオとルイージの掛け合いを収録できて、演技がとっても楽しかったそうです。アドリブも多数採用されたようで、実際字幕版と吹き替え版を2回ずつ私は見ましたが、吹き替え版のマリオの方がワフーヤフーの掛け声が多かったと思います。それとピーチがマリオを特訓するシーンが予告で流れていますが、あの特訓シーン通しで撮ったそうです。スロー部分のマンマミーヤもセルフスローモーションだそうです。このエピソードは本当驚きました。他の声優さんの情報は概要欄に載せておきます。あの人があのアニメのあの役をって思うと思います。私はルイージの、畑中さんのあやや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 がすっごく好きでした。それでは劇場で販売されているグッズの動画を背景にコラボグッズを紹介していきます。ちょっと動画と動画が重なっちゃって見にくいかもしれないんですけれども、紹介していきます。まず一つ目のコラボレーションはラッシュ。ラッシュからは2400円もするハテナブロックのバスボムなど結構パンチの効いた商品ラインナップが登場しました。シャワージェル、石鹸、ボディスプレーなど様々。店内もマリオデコレーションでした。パッケージがただマリオになるだけでなく、香りやデザインもこの映画用に制作されたようです。マリオのシャワージェルの香りはコーラとブラックペッパーとザクロのようです。嗅いでみたい。ちなみにこの2400円もするバスボムですが、中からマリオのアイテムの形をした石鹸が出てきます。こちら6種類ある石鹸のうちアイスフラワーと豆キノコが入っているところも映画分かってるっていう感じがして憎いですね。
はい、そして2つ目、次はユニクロです。キッズ用も含めると7種類の T シャツが発売されました。自分も映画のロゴの黒い T シャツとピンクのマッシュルーム王国が背中にデザインされている2種類を買いました。公式ホームページのリンクを概要欄に貼っておくので、他のデザインが気になる方は見てみてください。ヤッホー。そして3つ目、最後は森永乳業から発売されているアイスピノ。バニラやチョコ、アーモンド味のアイスがチョコでコーティングされている一口サイズのアイスで、日本でとってもメジャーです。小さい食べきりサイズは食べ終わった後にトレイを外すとマリオの網だくじができます。普通にやりました。はい、アソートパックの方は2個用意して組み立てるとピノガチャが作れます。童心に帰ってウッキウキで一人で組み立てて遊びました。ちゃんと小袋もマリオデザイン、ずっとこのデザインで売ってほしいです。ポップアップイベントは各地で開催されました。その中でも大規模なものとして私が知っているのは3つあります。まずは超巨大ハテナブロック。ただ超大きいハテナブロックがオブジェとして置いてあるわけではなく、キャラクタービジュアルのほか映画のトレーラー映像などを見ることができます。大阪、北海道、愛知、福岡に順に登場していて、もしご覧になりたい方はツイッターでハテナブロックがやってきたとハッシュタグを入れると何のものか見ることができます。日本語キーボードがない方のためにハッシュタグはコピペできるように概要欄に貼ってあります。関東に来なかったのが残念です。ぜひツイッターからご覧くださいませ。2つ目はスーパーマリオシアターです。劇場付近と劇場がスーパーマリオブラザーズ一色になっているだけでなく、マリオとルイージに会えます。もちろん会ってきました。ちなみに場所は東京の六本木です。六本木の駅から東宝シネマズ映画館までずーっとマリオ。中に入ってもマリオです。上映開始までの風景をしばらくご覧ください。一緒に写真を撮りたかったですが、混雑緩和のため禁止となっていました。座席はご覧の通りキノピオデザイン。流れている音楽も他の映画の予告編などではなく、マリオの映画の楽曲でテンション上がりました。スーパーマリオシアターを予約するのはやはりマリオファンというわけで、コスプレしている人もいましたし、ぬいぐるみを抱えている人もいました。私は厚着して行ってしまったので、特典のうちわがありがたかったです。マリオファンばかりなので鑑賞中も歓声が多かったです。映画館で周りに迷惑をかけないように配慮し、声を出さないことは本当にとても素晴らしいことだけど、今回の映画だけに関して言えば、私は声を出して笑ったりうわーとか言いたかったので嬉しかったです。ヤッホー。次に東京の池袋に現れたこの土管についてです。ここでは記念写真を撮ることができ、ルーレットに挑戦してステッカー風のマグネットをランダムでもらうことができました。この場所は非常に人気があって、私が行った時はすでに終了していたためマグネットステッカーはもらえませんでしたが、記念写真を撮ることはできました。嬉しかった。もちろん映画の音楽がずっと流れていたし、周りのみんなが楽しそうでとてもワクワクしました。この土管の斜め後ろには東宝シネマズ池袋があります。ちなみに個人的な見解ですが、池袋にはもう一つ土管と呼ばれる場所があります。それはたまたま駅の地下街のお手洗いの排気口の形が意図せずマリオのパイプに似ているためです。だから映画の宣伝チームが池袋を選んだんじゃないかな。偶然なのかな。と、そんなわけでポップアップイベント3つの紹介でした。構想段階から含めるとおよそ10年かかったこの作品、要素を1作品に詰め込みきれなかったので別にしないとなぁと、マリオの生みの親宮本さんが何かのインタビューでおっしゃっていたので、次回作はあるんじゃないかなと思います。超楽しみ。
今後も日本人用のまとめっていうより、こういった日本人だからこそできるまとめをやってみた的な動画を海外向けに配信していけたらと思います。もしよければグッドボタンやチャンネル登録などしていただけたらとっても嬉しいです。どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。最後まで見てくれてありがとうございます。またねー。